今夜もまた誰かの記憶が語り始める。寝る前怪談。近所には誰もが知っている心霊スポットがある。タイトルにも出した通り、気上沼レジャーランド。廃墟マニアや心霊好きなら一度は耳にしたことがあるんじゃないだろうか。もともとは東北の片田舎にあった遊園地で、映画の撮影にも使われていた有名な場所だ。2001年に閉園してからは完全に放置され、今はただの荒れ果てた廃墟。最盛期には年間30万人以上も人が訪れたというが、今や立ち入り禁止のロープと雑草が生い茂るだけの土地になっている。けれど、地元ではずっと噂が絶えなかった。観覧車を撮ると、必ず女の霊が映る。夜中に行くと、得体の知れない何かに追いかけられる。先輩の友達が行方不明になった。真偽のほどはわからない。けれど、尾ひれをつけて語られ続ける話には、不気味な核が潜んでいるように思えてならない。俺がそこに足を踏み入れたのは、学生時代。夏の19時を回った頃だった。西の空にはまだ赤い残照が残っていたが、東の空は群青に沈み、境界線は紫に滲んでいた。田んぼからはカエルの大合唱が響き、森からはじいじいと炭の声が途切れ途切れに聞こえる。汗ばんだシャツにまとわりつく湿気。あの夏独特の重苦しい匂いが胸にまとわりついて離れなかった。友達3人と計4人で自転車を走らせた。わざわざ心霊スポットへ行くぞと口にしたわけじゃない。ただ、噂が頭から離れず、知らず知らずのうちにハンドルをその方向へ向けていた。頭では不法侵入だと分かっていた。けれど、若さと好奇心は、そんな理屈を押し流してしまう。立ち入り禁止のロープを飛び越え、坂道を降りていくと、そこに、朽ち果てたゲートが現れた。かつて、気状沼レジャーランドと掲げられていた鉄製のアーチ。錆びて塗装も剥げ落ち、ところどころ文字すら読めない。それなのに不思議と、入り口としての存在感だけはしっかり残っていた。ゲートをくぐった瞬間、背筋にゾワリと冷たいものが走った。まるで外界と隔絶された境界を越えたかのように、草の匂い、湿った土の匂い、そして何かが潜んでいるような重苦しい圧が押し寄せた。最初は興奮が勝っていた。雑草をかき分け、写真を撮り、肝試しだと笑い合う。30分も経てば、怖さはどこかへ消えていた。なんもねえじゃん。拍子抜けだな。誰かがそう言い出し、俺たちは帰ろうとした。来た道を戻る。また、あのゲート。だが、そこで、友達の一人が立ち止まった。寒気がする。冗談めかした声じゃなかった。顔は真っ青で、唇が震え、歯がカチカチとなっている。空気が凍りついた。辺りに響くのは、虫の声と、カエルの鳴き声。そして、俺たちの荒い息遣いだけ。誰も笑わなかった。誰もふざけんなと言えなかった。ゲートの下に、それはあった。真っ黒な穴。軽自動車一台がすっぽり収まるほどの大きさ。来た時には、絶対になかったはずの穴だ。そこが見えない。光が飲み込まれている。まるで現実の地面に炭を流し込んだかのような、不自然な黒。見ているだけで、体の芯を吸い込まれていくような感覚。耳の奥でキーンという高い耳鳴りが鳴り、吐き気に似た感覚がこみ上げてきた。俺は本能的に、近づいたら戻れないと悟った。虚無、虚空、そんな言葉が頭をよぎる。次の瞬間、全員が一斉に逃げ出していた。必死に走り、200メートルほど進んだだろうか。汗で顔はぐしゃぐしゃになり、呼吸は荒く、誰もが半泣きだった。やべえよ。なんだよあれ。怖え。意味わかんねえ。大声で叫び合いながらも、笑っているような、泣いているような、現実感が壊れていくのを必死に取り繕うような表情だった。
だがそこからの記憶がない。正確に言えば、俺を含めた3人は途切れている。唯一意識を保っていたのは、斎藤という友達だけだった。後日、斎藤から聞いた話。俺たちは走った後、地面にへたり込み、誰一人として言葉を発しなかったらしい。ただ、うつろな目で一点を見つめていたという。斎藤は、ふざけんなよ、やめろよ、と声をかけたが、返事はなかった。やがて俺たち3人は、同時に立ち上がり、無言でゲートの方へと歩き出した。穴は消えていた。けれど、俺たちは止まらなかった。自転車にまたがることもなく、ただ坂を降りていく。呼び止める斎藤の声は届かず、体を抑え込もうとしても振りほどいて進んだ。目指していたのは、気所沼。夜の沼は、静まり返っていたという。水面は黒くよどみ、星の光すら映さない。俺たち3人は、迷うことなく水に入っていったらしい。首まで浸かるほどの深さ。目はうつろで、表情はなかった。何やってんだお前ら。湖の警備員が気づき、大声を張り上げた。斎藤と警備員2人がかりで、俺たちは陸に引きずり上げられた。その瞬間、意識が途絶えた。ここから先は、断片的な記憶しかない。冷たい泥が足首に絡みつく感触。耳の奥で女の声が、お帰りと囁いた気配。水の中に沈むはずのない光。赤ん坊を抱く白い腕。そして、沼の底に吸い込まれる直前に感じた。圧倒的な安堵。次に目を覚ましたのは、家の布団の上だった。全身に高熱を出し、2日間うなされ続けた。その間、夢を見ていた。暗い沼の底で、無数の白蛇が身をくねらせ、機織り機の音が延々と響いていた。俺はそこで、自分が戻るのを待たれているのを悟った。それから月日が流れ、俺は社会人になった。もう気所沼のことなど、すっかり忘れていた。はずだった。ある日、仕事で近くを通った。車窓からちらりと見えた沼の水面。あの夜と同じ黒さをたたえていた。記憶が蘇り、背筋が冷えた。気になって調べてみると、この沼には古い伝承が残っていた。その昔、照屋姫という美しい姫がいた。姫は毎日のように沼のほとりで時を過ごし、その姿に惹かれてか、水面には蛇が群がったという。ある時、姫は旅の男と出会い、恋に落ちた。だが男はすぐに去り、残された姫は一人、子を宿す。生まれたのは赤子ではなく、白蛇。白蛇は沼の底へと消え、姫もまた、愛用の機織り機を抱えたまま、身を投げた。以来、7月7日の夜には、機織りの音が聞こえる、と言い伝えられている。俺は思い出した。あの日、あの肝試しの日、一緒に行った3人は、俺を含めて全員蛇年だったのだ。そして、日付は7月の初め。偶然にしては出来すぎている。もしかすると、あの穴は、俺たちを沼へ導くための、口だったんじゃないか。照屋姫の子、白蛇が開けた、入り口だったのではないか。いや、もしかしたら今でも、俺の一部はあの沼の水に沈んだままなのかもしれない。あの夜、俺たちは帰るはずだったんだ。警備員に邪魔されただけで、約束はまだ終わっていない。だから今も、沼は俺を呼んでいる。お帰り、と。もしあなたがどこかの水辺で、うつろな目をした人間を見かけたら、声をかけないでほしい。その人はただ、家に帰る途中なのかもしれないから。宮城県仙台市にある八木山橋。地元では有名な、そしてあまり良くない噂が絶えない場所だ。橋の真下には龍之口渓谷と呼ばれる深い谷がまるで街を裂くように口を開けている。3年前、俺がまだこの世界の不可解さに気づく前の話だ。当時、化石や鉱石にはまっていた俺は
大学の仲間たちとよくあの渓谷に降りていた。切り立った崖にむき出しになった地層、都会の喧騒が嘘のような静寂。そこは俺たちにとって格好の探検場所だった。ただ仲間内で決めたルールが一つだけあった。カメラの持ち込みは禁止。もっともそのルールを作ったのは俺たちの代が初めてだった。一度同期の一人が足を滑らせて買ったばかりのカメラを川に落としたことがある。幸いすぐに拾い上げたんだが、あいつなぜかその場でメモリーカードだけを抜き取って石で粉々に叩き割ったんだ。何やってんだよ、データもったいないだろ。みんなでそう言うとあいつは青ざめた顔で一言だけつぶやいた。なんか映っちゃいけないものが増えてたから。増えてたとはどういう意味か。それ以上あいつは何も語らなかった。俺たちはただ気味が悪くてそれ以上は聞けなかった。そしていつからかあの場所にはカメラを持っていかないというのが俺たちの間の暗黙の了解になっていたんだ。あの日そのルールを破った奴がいた。飯田だ。なあ、これ見てくれよ。生活防水のデジカメ奮発しちまった。飯田は俺たちが集まるなり得意げにそれを見せた。その日のメンバーは男3人に女子が2人。そのうちの1人は飯田がずっと思いを寄せている子だった。お前ダメだって言ったろ。カメラはまあまあ固いこと言うなって。今日はあの子も来てるんだしさ。思い出撮りたいじゃん。下心丸出しの笑顔を俺は呆れて見ていた。この時の俺はまだ知らなかった。その小さなレンズが俺たちの日常に決して消えない深い亀裂を入れることになるなんて。渓谷での時間はいつも通り他愛なく過ぎていった。化石を探したり沢カニを捕まえたり、飯田は目論見通り例の彼女の写真を何枚も撮っていた。もちろん自殺死体に出くわすなんてこともなく俺たちは渓谷を後にした。異変が起きたのはその帰り道に立ち寄ったファストフード店でのことだ。飯田が撮った写真データをみんなで見ていた。あ、この写真いいね。飯田、後で送ってよ。和やかな空気が流れる中、一枚の写真で俺は指を止めた。それは渓谷から上がる直前、俺が飯田からカメラを借りて撮った何気ない風景写真だった。なんだこれ。川を挟んだ対岸、ゴツゴツした岩肌が続く斜面、その中腹にあるひときわ大きな岩の上に何かがあった。どうした？いや、この岩の上、ゴミか。画面を拡大する。そこに映っていたのはジーンズを履いた人間の下見だった。まるで誰かがわざわざそこに置いたかのように仰向けの状態で、上半身は岩の向こう側なのか見えない。いや待てよ、ただのジーンズのゴミじゃない。裾からは明らかに人の足首から先が覗いている。そして下半身が乗っている岩の上は泥じゃない。まるで大量の血が乾いてこびりついたような赤黒いシミが広がっていた。うわ、なんだよこれ。死体じゃねえか。嘘。仲間たちが息を飲む。店の喧騒が急に遠くなった気がした。お前なんでこんなもん撮ってんだよ。俺のせいかよ。ここで撮れって言ったのお前だろ。俺には何も見えなかったぞ。俺と飯田は責任をなすりつけ合うように言い争った。震える声で誰かが警察とつぶやく。結局飯田が代表して警察に電話をかけた。俺の電話番号も代表者の連絡先として伝えられた。だが電話口の警察官の反応は鈍かった。写真に死体が写っていると説明しても、どこか半信半疑な口調でと繰り返すだけ。現場に確認には行きますが、写真の提出などはまた後日お願いします。そう言って電話は一方的に切られた。心霊写真のいたずらだと思われたのかもしれない。重苦しい沈黙がテーブルを支配する。それから30分ほど経っただろうか、飯田の携帯が鳴った。非通知の着信だった。もしもし。あ、はい、飯田ですけど。飯田は席を立ち、わざわざ店の外に出て電話をし始めた。数分後、戻ってきた彼の顔は紙のように真っ白だった。警察からだった。捜索してくれたらしい。どうだったんだよ。死体なんてなかったって。そんなはずない。俺たちは気味悪さを感じながらも何かの見間違いだったんだと無理やり自分たちを納得させようとした。だが飯田だけが違った。ないはずがない。現にここに映ってるじゃないか。
あれは絶対に死体だ。飯田は異常なまでに取り乱していた。落ち着けよ飯田。ただの泥だらけのジーンズだったんだって。誰かが捨てていったんだよ。違う、足だ。ちゃんと足も出てた。俺には見えたんだ。彼はデジカメの液晶画面を狂ったように指で突き刺しながら叫んだ。過疎の剣幕に女子は怯えきっている。俺もう一回見に行く。確認してくる。バカ野郎、もう暗いんだぞ。俺は強制的にその場を解散させた。もし本当に死体があったなら、暗くて警察も見落としただけだ。明日の朝になればきっとちゃんと探してくれる。そう言って半ば無理やり彼をなだめた。飯田は最後まで何かをブツブツとつぶやき、納得いかない顔をしていた。それが俺が見た飯田の最後の姿だった。翌日の午前中、俺の携帯に警察から電話がかかってきた。昨日通報いただいた件ですが、死体を回収しましたのでご報告します。ご協力ありがとうございました。そうですか。俺は心底ほっとした。やっぱり見間違いじゃなかったんだ。これで気まずくなった飯田とも仲直りができる。安堵から俺は警察の話を半分上の空で聞いていた。写真の提出を求められ、カメラは飯田が持っていると伝えたとき、ふと疑問が湧いた。なんで先に飯田に連絡しなかったんですか？ご友人ですか？何度かおかけしたのですが、お出にならなかったので。なるほど。あいつまだ拗ねてやがるのか。そうですか。昨日は結局発見できなかったんですよね。ええ。昨夜は暗く、二次災害の危険もあったため、捜索は実施できませんでした。今朝からの捜索で発見した次第です。俺は自分の耳を疑った。でも、わざわざ確認には言ってくださったんですよね。ありがとうございました。いえ、ですから、昨夜は警告には入っておりませんよ。電話の向こうから聞こえる事務的な声。その言葉が俺の頭の中でゆっくりと反響する。じゃあ昨夜飯田に電話をしてきて、死体はなかったと告げたのは一体誰だったんだ。その日のうちに全てが判明した。警察が回収した死体は飯田だった。俺たちが写真を見つけたあの場所で飛び降りて死んでいた。発見されたのは今朝、つまり午前中に回収されていた。俺にかかってきた電話は俺たちが通報した死体の発見連絡などではなかった。飯田の身元確認のための電話だったのだ。飯田の死に様はあの写真とそっくり同じだったと後に刑事から聞かされた。上半身が見えなかったのは尖った岩に背中から叩きつけられ、背骨が砕け、胴が不自然に伸びきって、頭部だけが重力に従って岩の向こう側へと垂れ下がっていたかららしい。俺は必死に訴えた。俺たちが見つけたのは別の死体だ。その証拠に写真があると。だが飯田のデジカメは彼の携帯電話とともにどこにも見つからなかった。飯田にかかってきたという警察からの電話も通話記録には残っていなかった。そして最も不可解なのは、飯田が見つかった場所は八木山橋からかなり離れているにもかかわらず、彼の遺体は高さ100メートル近い橋から飛び降りたとしか考えられないほど激しく損傷していたということだ。あの写真に写っていたのはこれから死ぬ運命にあった飯田の未来の姿だったのだろうか。それともあれは飯田をあの場所に呼び寄せるための別の誰かの死体だったのか。今となっては何もわからない。ただ一つ確かなことがある。あの警告は映してはいけないものが映る。そしてそれを見てしまった人間を今も静かに手招きしている。最近よく非通知の電話がかかってくるんだ。留守電には何も残っていない。ただごく稀にメッセージの最後にザーというまるで川の流れのような音が入っていることがある。気のせいだと思いたい。だが俺には聞こえる気がするんだ。その水の音の奥で誰かが、いや何かが俺の名前を呼んでいるのが。最後までご視聴いただきありがとうございます。少し怖い思いをさせてしまいましたでしょうか。もしよろしければ応援いただけると励みになります。それではおやすみなさい。どうか良い夢を